はい、皆さんこんにちは。ゆりこです。今日はね、徳島2日目ということなんですが、皆さんは四国お遍路を知っていますか？四国お遍路とは、四国にある88カ所の、札所、お寺を回る日本でも最も有名な巡礼の旅のことです。実は1200年以上の歴史があり、弘法大師、空海ゆかりの地をたどる旅として続いています。四国お遍路の基本は88カ所のお寺を巡る旅です。四国4県に点在する88の霊場を巡ります。北から南へ、海沿いから山の中へとね、四国の自然と文化を丸ごと体験できます。しかし合計距離は約1200から1400キロなんですよね。徒歩ではね、1ヶ月から2ヶ月ほどかかる、本当に人生で一度は挑戦したい旅っていう感じになっています。もう少しね、詳しく説明すると、お遍路はね、平安時代の僧侶、弘法大師という人の足跡をたどる旅、そのためね、お遍路ではよく同行2人とね書かれた杖を持っていて、これはね、私は一人で歩いているようでいて、空海と二人で旅をしていますという意味を表します。そして実はその四国お遍路のスタート地点はなんと徳島なんですね。1番霊所から23番霊所はすべて徳島県にあります。なのでお遍路の世界では徳島は発心の道場、心が動き出す場所と呼ばれています。歩き始める第一歩の県なんですね。巡礼の目的は人それぞれ。昔はね、修行だったり祈願の意味が強かったけど、今では目的がとても多様なそうです。外国人のね、旅行者の方も結構お遍路をする人が増えているように思います。私がこの四国滞在中に、いわゆるね、お遍路をしている人の格好、頭にね、日本の伝統的な傘をかぶって歩いている人っていうのがね、結構いました。なので、少しずつね、京都、大阪、東京以外のね、日本の伝統的な場所を、旅したい人にね、人気な、新しいスポットになってるんじゃないかなと思います。さて、お遍路ではね、お遍路特有の服装をするんですが、それにも実は意味があります。白衣を着ますが、これはね、古い自分をリセットする象徴。そして、先ほど言った傘、正式名称は菅笠と言いますが、これはね、旅人だったり、修行者の印。そして、金剛杖と呼ばれる杖ですね。これは空海と二人で歩く象徴をしています。ちょっと面白いなーって思ったのが、どうやらね、四国には、お接待文化が根付いているようです。これちょっとね、本当かどうかわからないので、ぜひね、お遍路をしている方がいたらコメントしてほしいんですが、四国にはね、お遍路さんに優しくする伝統があると言われています。地元の人たちがお茶だったりお菓子、食事、時には宿をね、無料で提供するお接待という文化があるようです。これはね、単なる親切ではなく、巡礼者と一緒に徳を積ませてもらうというね、信仰と優しさから生まれたものだそうです。今回ね、私は友達の結婚式で徳島にやってきましたが、いつかね、1ヶ月から2ヶ月かけてお遍路をね、
88カ所回る旅をやってみたいなぁと今回改めて思いました。もしね、できたらね、あまりお金を持ち歩かないで、どれだけね、お接待が受けられるのかね、そんなね、ちょっと人との関わりとかも大切にしながら、もし旅ができたら楽しそうですよね。こんなね、面白いツアーをね、いつかできたらいいなぁとかも思っています。さて、友達の結婚式にね、行ったのは今回が2回目でしたが、本当にね、感動的な結婚式でした。毎回ね、結婚式に行って本当に良かったと思うんですね。多分、フォトグラファーとしてね、こうやってカメラを持つようになってから、より一層ね、そういう思いが芽生え始めたんじゃないかなと思っていて、昔はあんまりそういう行事にね、そこまで興味がなかったんですが、やっぱりせっかくね、一生に一度の、思い出っていうのを、残せるのってすごい素敵なことだなって思っていて、今回はね、ちゃんとお気に入りのカメラを用意していくことができたので、友達の写真もね、バッチリ撮ることができました。でもね、本当にこうやって結婚式にね、出るたびに、自分もね、いつか結婚したいなってすごい思ったりします。はい。ちょっとね、冗談はね、さておき、徳島3日目の朝はですね、もう私の単独行動になりました。この日のフライトは12時10分。徳島空港発羽田着の飛行機に乗って帰りますが、朝まだ時間があったので、徳島を散策していきます。実はね、徳島はいろいろな魅力があって、一番有名なのは、渦潮と呼ばれるね、すごくね、迫力満点の景色が見れるというところだと思うんですけど、今回私はね、渦潮はパスすることにしました。渦潮よりも私が見たかった景色っていうのはね、徳島を走る電車ですね。徳島ではね、電車ではなく、汽車と呼ぶそうです。というのもね、電気を使わないで走っているディーゼルのようなね、車になっているからだそうです。このあたりもね、その徳島の山が多い地形とかっていうのがどうやら関係しているみたいなんですが、無事ね、JR 四国の徳島線を撮影することができました。そしてね、駅に戻って、すごくね、この日は寒かったので、お昼ご飯にうどんを食べることにしました。私がね、今食べているうどん、これ普通サイズの、わかめそばに肉トッピングをしたのかななんですけど、徳島はね、実はわかめですごく有名なのと、隣のね、県が香川県ということもあって、うどんを頼んだのと、もちろん徳島といえばね、さつまいもですよね。なると金時っていうブランドが有名なので、さつまいもの天ぷらも食べました。なんかね、この旅を通してすごい体重がめっちゃ増えたような気がしていますが、東京に帰ったら痩せることにします。さて、少しずつね、見えてきたのが徳島阿波踊り空港。この空港に来るのは今回の旅で2回目です。比較的コンパクトですが、すごくね、綺麗な建物ですよね。多分作られたのがすごい新しいんじゃないかなって思っています。そして、田舎あるあるだと思いますが、皆さんね、車で来てね、空港に駐車していくっていうスタイルになっていますね。それぐらいね、やっぱり日本の田舎は車が必要ですね。アメリカと同じ。はい。でね、空港でね、目の前で美味しそうにね、アイスを食べてる人がいたので、私もなぜかアイスクリームをね、食べることにしました。さっきね、今日寒い日って言ったのにね、なんでアイス食べてんのって思うかもしれないんですけど、なんか急に食べたくなってしまって、帰りに食べました。このアイスクリームの味は本当に美味しかったのを忘れません。さあ、徳島空港からね、羽田空港に向かっていきますが、四国の旅は
本当に楽しかったです。なんて言うんだろう。やっぱり大自然がね、すごく近いっていうのと、その四国独特のね、瀬戸内海とね、そして太平洋とあると思うんですけど、そこに面していて、ダイナミックな自然にね、触れるっていうのが、やっぱりどこの県よりもできるんじゃないかなって思います。あとちょっとね、四国独特のね、なんと言うんだろう。各県の主張の強さっていうのを感じましたね。例えば、愛媛だったらみかん、そして道後温泉だったら坊ちゃん、そして香川だったらうどん、高知県は坂本龍馬、徳島県は阿波踊りになると金時にわかめみたいなね。そういったね、ちょっと個性豊かなね、4つの県をね、今回旅をすることができてすごく楽しかったです。ぜひね、皆さんも日本に来る際には四国に寄ってみてください。電車でもね、旅ができますので、ぜひね、探検してみていただければと思います。今日もね、動画を最後までご視聴くださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。